こんにちは。個性的な住宅をご紹介する、ゆっくり不動産です。いつものように物件資料をペラペラと眺めていて、な住宅を見つけてしまいました。今回はなんと、空き家を大改装した、15坪の狭小戸建て。15坪は普通やなかと思った視聴者の皆様。ゆっくり不動産に侵されすぎばい。いやいや、世間一般では15坪以下を狭小住宅と呼んでいますし、上空から見たら8坪ですからね。で、広さはさておき、改装住宅と聞いて気になるのはやはり、Before, after. 普段の動画では写真で違いをご紹介することが多いのですが、今回なんと、ビフォーの動画を提供していただけることになりました。僕みたいなオタクからすると、改装後の綺麗な状態をメインとしつつ、ビフォーの状態もサイドメニューとして欲しいわけですよ。というわけで、今回は東京都江東区へやってきております。早速行ってみましょう。空が青いなぁ。というわけで、こちらがリノベーション前の外観。撮影の仕方が心なしか、ゆっくり不動産風じゃなかと？で、手持ちの資料によると、築は46年のようです。これは昭和を彷彿とさせる作りですね。玄関がこんな感じで、いかにもレトロスタイルな引き戸になっていたわけですか。ガラガラガラー。めっちゃノスタルジック。入って右手が廊下になっていて、正面はダイニングスペース。壁がめっちゃ懐かしか。奥に個室があるようで、なかなか奥行きのある作りですね。おせんべいとみかんを常備しておきたいダイニングテーブル。奥の個室はこんな感じ。2面採光になっているのですが、電気をつけないとちょっと暗い感じがしますね。玄関右手の廊下を進むとこんな感じ。この塗り壁のザラザラを床に落としてよく怒られたのも今となっては良い思い出だな。なるほど。突き当たった先は階段になっていて、2階へ行けるようになっていたんですね。階段を登った先にお風呂があって、壁を隔てた先に個室という配置。このさらにお隣にも2つ目の個室が広がっていますね。こちらは浴室の中ですね。窓があって換気力は高そうですが、浴槽はそれなりに年季が入った感じでしょうか。洗面化粧台がレトロ。物干し竿もレトロ。個人的には懐かしさもあって楽しく見させていただきましたが、確かに古めかしさを感じるのは事実ですね。ということで、ビフォーな意見は以上でしょうか。今回は昭和レトロな戸建てを丸ごとリノベーションされたとのことで、アフターがどうなっているのか、早速見ていきましょう。というわけで着きました。なんということでしょう。いやこれ、かっこよ。昭和レトロでかなり年季の入っていた姿から、ブラックの外壁に木の格子がアクセントになったスタイリッシュスタイルに大変身。ちなみにサイドから見てみるとこんな感じ。なるほど。現在の建築基準の関係で、この幅分が減築されているようです。以前は市道ギリギリまで建てられていたのが、リノベーション後は減築されて建物全体が後退したというわけですか。とはいえ、この囲いの中は外から見えにくいようになっていますし、何かしら有効活用できるようにも見えますが、有効活用できてるやん。ニュースペースには居心地の良さそうなベンチが設置されていました。資料によると、ここは中庭とのこと。ここは建蔽率に含まれず、建築基準にも適合するわけですか。気はええのう。さて、そろそろ建物の中も見せていただきましょう。ビフォーの状態から、内装はどんな感じに変わったのか。ということでこちらが玄関。室内は約53平米の 2DK になっているようです。引き戸なんですね。なんということでしょう。チーズおかきと味好みが似合いそうだった姿から、ルマンドとエリーゼが似合う和モダンな空間に様変わりしていました。床はグレイッシュなタイル張りになっていて上品な仕上がりですね。どこまでがドマなん。なんかここにシルバーの何かがありますが、これがかまちなんだとすると、ドマチッサということになりますし、このタイルエリア全体がドマとすると、ドマヒロになりますね。で、玄関入ってすぐのこちらはダイニング。
奥が障子で仕切られていて、間取りはビフォーを踏襲している感じでしょうか。もともとあった壁と廊下は解体されていて、壁の奥に隠されていた昔懐かしい階段も、けこみを省いたアイアンの吊り階段に進化していますね。ちなみにダイニング全体を見てみるとこんな感じ。手持ちの資料によるとダイニングの広さは約 6.5 畳。壁と廊下を取り払ったことで空間が広々していますね。和モダンだな。キッチンはダイニング一体型になっていて、ご覧の通りしっかりスペースが確保されています。実際には通路兼キッチンスペースという使い方になるでしょうが、買い物帰りの荷さばきが超便利なスタイルですね。続いて、このままキッチンの方もチェックさせていただきましょう。こちらのシェルフはオリジナルで作ったんだとか、そのまま上部収納の役割もこなしているんだとか、これ欲しい。キッチンは元々あった場所と同じポジショニング。以前は年季の入ったレトロキッチンでしたが、リノベーション後はスタイリッシュなオールステンレスキッチンになっています。モスグリーンに塗装された壁のテクスチャーがかっこいい。少し引いたところからも見てみましょう。いい。すごくいい。細かく見ていくと色々なテイストが混じり合っているのですが、それぞれが絶妙なバランスで調和して、趣味の良い和モダン空間を演出していますね。ちなみにこのダイニングテーブルですが、こんな感じで折りたたむこともできるようになっていて、狭小住宅でも使いやすいように設計されたオリジナルアイテムだそうです。何このお皿かわいいか。おしゃれデザインだけでなく、狭小住宅ならではの創意工夫もあって、今日は勉強になるな。お次はこちらの障子を開けさせていただきましょう。こちらは、なんじゃこりゃー。めっちゃいい。ビフォーの薄暗い雰囲気を思い出してくださいよ。ここからの、茶室と呼んでも過言ではない素敵な和室に大変身。あえてブラックエアコンというチョイスも、さらにモダンテイストを加速させている気がします。和室の広さは6畳。ご覧の通り土間部分と和室に段差があり、いわゆる豪華商店スタイルになっていますが、こうすることで元々のフラットな作りよりも、空間を分けられるメリハリ効果があり、天井の高低差も感じられる面白い作りになっているわけですね。これはゆっくり腰を落ち着けられる和室なんじゃないでしょうか。ダイニングと隣接してるので和室をリビング代わりにするのもいいだろうし、障子で仕切れるので来客用の客間としても素敵なおもてなしができそう。狭小住宅なのに、用途による空間の使い分けもできてしまうとは。ここの設計士さん、やってんなぁ。あそこに何かありますね。見たところ、引き戸と扉が並んでいますが。まずはこちらの引き戸からチェックしていきましょう。こちらは、トイレでした。小窓も和モダン。小窓も和モダンと早口で3回唱えられますか？ブラックの壁に手洗い、床のグレーなど、かっこよくも落ち着きある雰囲気になっていますね。トイレはベージュとボルドーの中間を行くカラーで珍しい。ランダムに設置された棚板にもこだわりを感じます。続いてお隣の両開き戸をチェックしてみましょう。こちらは、収納でした。棚もハンガーパイプもすべてが可動式で、作った後にどうなっても後悔しないスタイル。棚板が足りない場合は後で追加できるようになっているとのこと。丸穴発見。ここに指を引っ掛けまして。なんと床下収納。なるほど。和室を一段高くしたことで、床下に収納も作れちゃったわけですね。この発想は拍手です。ということで1階はこれでコンプリートでしょうか。続いてこちらの階段を登って2階部分を見せていただきましょう。ちなみにこちらの造作収納はシューズボックスになっているようなのですが、奥行きがきつよかいな。中に荷物があるので開けるのは自重させていただくとして、どの角度から見ても大人用の靴は入りそうにないんですよね。横に入れるってこと？あれは、何屋さんで何をくださいと言えば手に入るのかわからない何かって奥行きめっちゃあるやん。どげん納豆とサイドからよく見ると壁に埋め込まれとなるほど。シューズクローゼットを壁に埋め込むことで奥行きを確保していたわけですね。しかも通路幅まで広くなる一石二鳥なアイデア。やはりここの設計士さん、やってんなぁ。シューズボックスの謎が解明したところでいよいよ階段を登っていきます。何このおしゃれアイデア。
僕も帰りに小石拾って帰ろうかな。コンクリーティーな壁に木のぬくもりを感じる癒し系の釣り階段。名前の通りアイアンで釣っているわけですが、安定感は抜群です。正面がニッチになっていて、可愛らしい観葉植物が飾られていますね。緑はええのー。で、登った先には引き戸がありました。ビフォーによると、右側が浴室で、左側には個室が2つ配置されていたんでしたね。まずは右手の引き戸からチェックしてみましょう。こちらは、やはり水回りでした。洗面化粧台は以前のレトロな感じから、ご覧のようにスタイリッシュさが漂うデザインになっています。シンプルな見た目で余計なものがなく使いやすそう。狭小住宅には洗面化粧台がそもそもなく、トイレ手洗いもしくはキッチンシンクと共用なんていうケースが多いですからね。このサイズの洗面があるだけでかなりの贅沢のように思います。この流れでこちらのスケスケでない扉も開けてみましょう。こちらは、シャワーブースがなんかゴージャス。以前のユニットバスからハイスペシャワーブースに変身していました。こちらにベンチが設置されていますね。ここに腰をかけてシャワーを浴びれる感じでしょうか。で、何やら見慣れないハンドルがありますが、これ度減して使うと、とりあえず適当に回してみようかな。資料によると、一番上から、打たせる。ってなんじゃそりゃあ。これかいな。修行できるとで、真ん中がオーバーヘッドシャワー。その下が普通のハンドルタイプのシャワーということのようです。商品の詳細が知りたい方は、リクシルさんのシャワーユニット NS で検索してみてください。リクシルさんから案件来ないかな。おっと、危うく心の声が出てしまうところでしたよ。心を落ち着かせて内見を続けましょう。水回りのチェックを終えたところで、お次は先ほどあったもう一つの引き戸を開けてみましょう。こちらは、なんということでしょう。壁で仕切られて暗かったあの二つの個室が、仕切りを取り払って、なんとも明るく広々した個室に大変身。いや変わりすぎ。もはやリビングと言っても過言ではない見た目ですが、手持ちの資料によると、ここは 2DK の2にあたる個室のようです。こちらのテレビボードもオリジナルで作られたようです。狭小住宅に引っ越すとなると、もともと持っていた家具が収まりきらないなんてパターンも多いはずですが、ここはとてもそんな風に見えないほど充実した家具ラインナップ。とはいえ、狭小住宅ということに変わりはないので、これは実際に狭小住宅を検討中の方には参考になるんじゃないでしょうか。さて、このままこちらの引き戸を開けさせていただきましょう。ハイドアは視覚的に空間を広く見せる際に使われることもしばしばで、これも狭小住宅ならではの工夫の一つというわけですね。で、こちらは、明る。引き戸を開けた先は眩しいくらいのサンシャインスペースになっていました。元々の個室にあった窓をそのまま活かした感じですね。あ、こちらに洗濯機スペースがあったんですね。ちなみにこのポジショニングはビフォーと同じ配置。で、反対側を振り返ってみると、こちらにコンパクトなおしゃれ手洗いが設置されていて、その奥に何やら見慣れない扉が設置されていました。あ、よく見るとこの扉は折れ戸になっているみたいです。確かに、普通のドアなら手洗いにぶつかってしまいますからね。これは面白い工夫だな。とりあえず開けてみます。こちらは、トイレ2号。明るく、清潔感抜群で気持ちいい。窓が大きめなので換気力も高そうです。トイレはタンクレスタイプ。シンプルかつ上品な雰囲気になっていました。ということでトイレは以上ですね。さて、再び個室に戻っていきましょう。はしご発見。ってなんじゃあやー。あれもなんじゃあやー。なんじゃあやー。ロフト来たー。そして、天井の形の癖がすごいんじゃ。これはつまり、もともとこんな感じであった天井を取っ払い、その分高くなったスペースを使ってロフトを作ったということですね。いやー、狭小住宅でここまでのことができるとは。こちらのロフトは後ほど登らせていただくとして、まずは先ほどから見えてるこちらの小上がりからチェックしていきましょう。手持ちの資料によると小上がりの広さは 3.5 畳。
いやー、ここでお昼寝したら完全に決まりますね。資料によると。ここをこうやって。ほら床下収納。畳を1枚開けただけでこの大容量。これを全部開けると。やってんなー。あの漫画やこの漫画もしまえるやん。済ませて。続いて何やら奥にもスペースがあるようです。照明が丸いなぁ。お月様のように見えなくもないですね。なんて言ってる間に奥のスペースが見えてきました。この先はウォークインクローゼットになっていました。これ本当に狭小なん。丸穴発見。むふふふふ。これは床下収納ですね。荷物があるので開けるのは自重させていただきますが、開けるとこんな感じになっているようです。あの漫画やこの狭小住宅に住むならミニマリストな生活を心得るべし。というのが僕の勝手な格言なのですが、今回の内見でそのイメージが完全に崩れ去った気がしますよ。正直、このウォークインだけでかなり十分な収納量なわけで、さっきも言いましたが、これ本当に狭小なん。と思わず突っ込みたくなる圧巻な作りに心から拍手です。ということで、ウォークインクローゼットは以上でしょうか。いやー、すでに普段内見する狭小物件を数件見た満足感があるのですが、最後にまだこのロフト部分が残っているんですよね。とりあえず登ってみましょう。というわけではしごを設置してみました。いやー、こうして天井が高く抜けていると、空間として開放感があるんですよね。ちょっとした隙間スペースも逃さず有効活用する心意気がさすがです。奥行きめっちゃあるやん。荷物はたくさん置けそうだし、ここにコンセントもあるので、間接照明を設置すれば、漫画喫茶のフルフラット席じゃないですか。最後に、ロフトからの眺めはこんな感じになっていました。こうして見下ろすと確かにコンパクトな印象がありますが、しかし内見しているとあまりそこは感じなかったんですよね。むしろ、こういうのでいいんだよ、こういうので。というわけで以上が、空き家を大改装した15坪の狭小戸建ての全容です。一旦ここで全体の振り返りをば。建物全体は綺麗にリノベーションされていて、ビフォーの面影を感じさせないスタイリッシュな姿に大変身していました。元々の状態から減築されていたものの、交代したことで新たに生まれた中庭は、外からの視線が気にならない作りになっていて、室内の延長のように使えるプライベーティーな空間になっていました。玄関入るとまず目に入るのがダイニング。昭和レトロな以前の姿から和モダンなデザインになっていて、限られたスペースを最大限広く見せる工夫が張り巡らされていたのが印象的でした。奥の個室は一段上がった和室。客間としてもリビングとしても使える一人二役な作りで素敵な時を過ごせそう。1階は全体的にキュッとまとまった作りになっていて、やろうと思えばお店もできちゃうくらいの素敵デザインになっていました。2階の個室は仕切りを取り払い、ビフォーと比べて広々した空間になっていて、なんといっても衝撃的だったのは収納の多さ。小上がりとウォークインクローゼットの床下収納に加え、さらにロフトまでついてくるという贅沢仕様でした。狭小住宅らしからぬ収納量に度肝を抜かれてしまったなぁ。あ、そうそう。2階の小上がりはこんな使い方もあるようなのでご紹介しておきます。なんと掘りごたつスタイル。小上がり一つとっても色々な活用の仕方があるんですね。こうやって新たな発見が生まれると、内見を終えたばかりなのにもうすでに次回の内見が待ちきれなくなるんですよね。いやー、内見は奥が深いなぁ。今日も個性的な住宅に感謝。今回ご協力いただきましたアースさん。本当にありがとうございました。詳細は概要欄からどうぞ。次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに。じゃんけんぽん。うふふふふ。チャンネル登録してね。してね。Twitter やってるの知っとうと？フォローしたと？そうね。ありがとねー。